近距離の対面でいつも打ち負けてしまう。距離を詰められた瞬間、焦って何をしたらいいかわからなくなる。そんな悩みありませんか？それ、この動画で解決します。どうも、ケビンです。そして、新年明けましておめでとうございます。今回は2026年こそ上手くなる近距離対面で負けなくなる完全解説というテーマで話していきたいと思います。まずね、最初にはっきり言っちゃいます。これね、エイムが悪いから負けてるわけじゃないんですよ。多くの初心者の方が近距離対面で怖いとかね、自信がないとか、そういう風に思っちゃう理由って、結局ね、基礎知識とかテクニック、考え方、マインドですね。これを知らないままね、ただ打ち合っちゃってるケースって非常に多くて、で、その状態のままだと、近距離戦は運ゲーとかね、詰められたら負けるから逃げようとか、そんなマイナスな思考が固定されちゃってて、一生勝てるようにはなりません。なので、この動画では、まず最低限知っておくべき基礎知識、実践でそのまま使えるテクニック、上達スピードを一気に変えるマインド、この3つに分けて、近距離対面で勝つために必要なことを全部解説していきたいと思います。この動画を見終わる頃には、近距離戦が怖いっていう感情から、こっちから詰めて一気に勝負を決めに行くっていうね、自信に溢れた感覚に変わっているはずなので、ぜひね、動画を最後まで見ていただければと思います。そして、動画が少しでも参考になったと思ったら、高評価とチャンネル登録ね、ぜひよろしくお願いします。それでは行きましょう。はい、じゃあね、実践形式で解説していきたいと思います。今回は初心者さん向けの内容になるので、中級者以上の方はね、ちょっとね、退屈な内容になってしまうかもしれないんですけど、とりあえず、過疎地折りしようかな。あんまりまだ勝ててないよっていう初心者さんのうちは、なるべくマップの端っこ行って敵が来ない過疎地を降りてね、ゆっくり物資を集める方が生存率は高くなりますね。あ、今回刀あるな。刀取ってこうかな。で、今回ね、まず一番最初に基礎知識編ということで、まず解説したいのが、近距離対面っていうのがね、打つ前に勝負が決まってるんですよっていう話をしたいんですが、まず大前提として、近距離対面って、エイム勝負ではあるんですが、エイム勝負ではないんですよ、実は。情報と判断のゲームというか、まず敵がどこにいるかっていうのを把握すること。まずこれで言ったら、このサウンドエフェクト、足音。で、どっから音がするのか。で、例えば撃たれたら、エフェクトが出るじゃないですか。わかりましたか今。青いエフェクトが出るんですけど、今ちょっとシールドないから、シールドを取ったら解説しようか。で、これも足音が岩の向こうにあるっていうのはなんとなくわかると思うんですよ。今泳いでるエフェクト出たね。撃たれると、そう、青いエフェクトが出るんで、そこで判断できます。で、実際ね、敵がどこにいるかっていうのをすぐ把握できるようになってほしいんですよ。近距離戦云々の前にね。もし設定わからないよっていう方がいれば、この設定画面の、オーディオのところから、このサウンドって選んで、サウンドエフェクトを視覚化っていうのがあるんで、ここを必ずオンにしといてください。これ初期設定でオンになってると思うんですが、ここがもしね、オフになってたって場合は、かなりね、ハンデを背負って戦ってるということになるんで、ここは必ず、設定がオンになってるかどうかっていうのを確認してください。撃たれた時にね、敵がどっちにいるのか、どっから撃たれているのか、それを瞬時に把握してほしいということですね。で、それを把握するには、サウンドエフェクトを見て、例えば撃たれて被弾した場合は、さっきみたいなエフェクトが出るので、そのエフェクトが出てる方から撃たれたよっていうことになります。ダメージ量ですね。自分のダメージと敵のダメージ。これを、対面中になるべく把握するっていうのが、負けないコツになるんですが、なかなかちょっと難しいとは思うんですけど、自分のダメージは結構わかりやすいと思うんですよ。左下にダメージゲージもあるし、ダメージを被弾した時に、さっきのエフェクトが出ると思うんですが、シールドがある状態では青いエフェクトが出ます。で、シールドが割れた時に音がするんですよ。カシャーンって。で、そのシールドが割れた後に、さらに被弾すると、今度はそのエフェクトが赤くなります。なので、それで自分のダメージ量っていうのを、下のゲージを見ないでも、エフェクトを見て、瞬時に把握するということができます。
逆に相手のダメージなんですが、これはね、非常にわかりにくいので、自分がダメージを与えたダメージ数をしっかり見ておく癖をつけましょう。で、ダメージをどれぐらい与えたかっていう確認なんですけど、で、ここでまた設定が出てくるんですが、このダメージ値っていうところで、リストと累積とコンボってあるんですが、できればね、リストにしておいてください。で、このリストっていうのは、一発一発のダメージが表記されるっていう意味になります。弾一発分のダメージがきちんと反映される。で、累積っていうのは、一定時間の間に、どれぐらいその人にダメージを与えたかっていうのが、どんどん積み重なって表示されるんですよ。最終的にどれぐらいダメージを与えたかっていうのが、累積の方が一見わかりやすそうと思うかもしれないけども、実はわかりにくいんですね。これ、人によるかもしれないんですが、だからリストでダメージを与えていって、自分で計算するようにする。ざっくりとね。その方が、把握はしやすいかと思います。だいたいどれぐらいダメージを与えたのかね。ここはちょっとこの設定は人にもよるので、どっちがわかりやすいかっていうのは試してみてください、自分で。リストの方がいいのか、累積の方がいいのか。あとね、対面してる時に自分のシールドが割れてしまっているのに、そのまま続けて応戦してしまうっていうのが、負ける要因の一つですね。なので逃げる判断、引く判断っていうのが結構重要になってくるんですが、本当に逃げられない状況だったらしょうがないんだけども、引くことができる状況であれば、シールドが割れたらね、一旦引くっていうのも手です。実際に今の基礎知識をね、頭に入れた状態で、実際にテクニック編ということで、今回はね、打ち方をいろいろ解説していきたいと思うんですけど、対面時の打ち方、例えば、レレレ打ち、左右に動きながら、ショットガンを撃っていく方法ですね。で、この時は、左右に動きながら、視点操作も同時に動かす。例えば、この丸の位置、この岩のこのくぼみね、この丸。これが敵だとしたら、左右に動きながら撃つんですけど、画面の中心のレティクルに常に敵を収め続けるっていう。ジャンプしてもそう。ジャンプしながらもそう。常に敵にレティクルを合わせ続ける。あと、スライディングしながらもそう。で、レレレ打ちの他にも、スライディング打ち。スライディング打ち、で、スライディングしてる時も、常に敵のステの方に、常に敵にレティクルを合わせておく。で、ジャンプ打ちもそう。ジャンプして打つ時も、敵にレティクルを合わせながら、こんな感じ。常に敵に、で、足音が見えたんで、すぐ警戒。レレレ打ちをちょっとやりたいな。レレレ打ちとスライディング打ち。で、対面の時の注意点として、なるべく動く。相手より動く。でそうすることで被弾を防げます。対面してる時にね、ボート突っ立ったままこうやって打ってたら、それはあっという間に負けてしまうんで、レレレ打ちしながら、あとダッシュしながらのレレレっていうのも有効です。あんまりやってる人いないけどね。ダッシュしながらのレレレ。で、レレレ打ちも、細かくこうやっても意味ないです。細かくやってても意味ないんで、ある程度大きく動く。で、ちょっと動いてまた左とかね。ちょっと右に動いて左とか。ずっと同じような幅で動くんじゃなくて、左動いてちょっと右動いてまた左とかね。ある程度大きく動くっていうのも手です。あまり細かいとあまり意味ないんで、ほぼその前にとどまってるみたいな感じになってて、逆に当てられやすいので。あとはちょっと難しいですけど、スライディング打ち。スライディング打ち。ジャンプスライディング打ちってもいいですね。ジャンプスライディング打ち。それちょっと試していきたいんですけど、待って、あと4人しかいない。4人しかいない。やばい。解説長引いちゃって、4人しかいないですね。ちょっと言いたいことだけ言っちゃおうかな。で、ショットガン。これ、今、ツインハンマーなんで、対面じゃずっとツインハンマーだけでいいんですけど、例えばポンプとかね、使うタイミングもあると思うんですよ。こういうポンプショットガン。で、これ使うときは、一発撃ったら、次の2発目撃つまでに時間かかるんで、2発目撃つ前に、1回サブ武器、アサルトでも、サブマでもいいんですけど、そういうのに切り替えて撃つっていう武器切り替えを覚えるようにしてください。それしないと、ポンプでの近距離対面っていうのは、ちょっと難しいです、かなり。あともう一個、連射武器に切り替えて撃つときなんですが、ポンプを1回ボーンと撃ちました。で、その後ね、連射武器に切り替えるんですけど、その時にね、ADS、要は覗き込みを、これをしないでください。近距離で。ポンプを一発ボーンって撃ちました。連射武器に切り替えました。という時は腰打ちでそのまま撃ってください。これ。近距離で覗いて撃たない。近距離で連射武器を扱う時は、ほぼほぼというか必ず腰打ちでやってください。そうしないと動きがかなり遅くなっちゃうので、こういう遠いところでアサルトでレレレ打ちってするのは全然いいんですけど、今回近距離の話なので、敵がどんどん減っている。ちょっと、1回ぐらいちょっと対面しないと。来た。敵の足音来た。ショットガン。
待って、これ右側撃たれてるでしょ。右から撃たれてるから、ほんま、この場所にいると死んじゃうので。すいません、今のはね、見なかったことにしてください。今のは見なかったことでお願いします。ああいう雪山で、先を見ないでね、後ろばっかり見てスライディングすると、こういうことになりますよっていう例になりますね。先ほどの実践の続きということで。いた。レレレ打ち。まあ、今、レレレというかこんな感じになっちゃったけど、今のはジャンプもスライディングもしないで、単純に左右にこう振って動いてましたね。あ、なんかボスと戦いそうじゃない？ボスとやってるのかな？待って、別の車来たね。あ、上にいるね。まあ、本来だったらここでアサルトで撃っちゃうんだけど、ちょっと今回近距離やりたいんで。あ、逃げた。今回はどんどん突っ込んでいくぜ。ここにいるんだろ。ジャンプ打ち。ヘイ。そう、さっきみたいなね、本当にぴったりくっついちゃってるような対面の時は、ジャンプ打ちの方がいいと思います。あんなぴったりくっついたとこでこうレレレとかやっても、ね、エイム定まんないので、ああいうぴったりくっついちゃってる時はもうこうやって、こんな感じのね、ジャンプ打ちが有効です。こんな感じ。例えばこれが敵だとしたらこんな感じ。こんな感じ。ジャンプして、そう、視点をぐるっとこう回転させて、打つような打ち方。それは結構有効ですね。で、これ覚えられると、敵がまあ動いてない前提ですけど、相手のこう、背後にこう回ることもできる。背後に回ってズドーンみたいな。ドーンって。このジャンプ打ちもね、よかったら練習してみてください。こういう打ち方。ドーン。ドーン、ドーンみたいな。で、普通にこういう単純な、こういうその場でジャンプするような打ち方でもいいんですけど、これはね、そんなに強くなくて、相手からしたら敵がこうぴょんぴょんジャンプしてるのをドン、ドンって打てるんですね。上にドン、ドンって。ジャンプ中にドン、着地と同時にドンみたいな。打てちゃうので、あんまりね、強くはないんですね。最初ジャンプ打ちがまだ慣れてないよということであれば、それをやってみるのもいいんですけど、今撃たれた方向分かりましたか？サウンドエフェクトが出たんですよね。僕はこっち向いてる時に右から撃たれたんで、あっちの方に敵がいると。そうだ、今撃たれた時に瞬時に敵がどっちにいるのかっていうのも把握するようにしましょう。で、今この銃声のエフェクトが出てるんで、あっちの山の上にいるなーっていうね。次はスライディング中やってみましょうか。スライディング中。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あ、邪魔。雪だるま邪魔。ああ、NPC か。びっくりした。そうだね。あれどこ行ったの？あれか。じゃあスライディング打ちします。スライディングしながら、ショットガンをズドーンって。スライディングしながら、ズドーン。これは結構使えます。もうね、さっきのなしでお願いします。さっきのなしで。ちょっと仕切り直しで。ポンプだから連射武器に切り替えて、ポンプ。そう、対面時の心得として、相手がね、ダメージがフルである状態で戦いに行くのはやめましょうという話をしたかったんですよ、今。結局突っ込んじゃったけど。最初にね、遠距離、中距離で、アサルトでこう削ってから対面を仕掛けるっていうのがいいですね。ある程度削ってから近づいて撃つ。サブ武器に切り替えて撃つっていうね。本当は今みたいなところ、遮蔽がない状態なんで、本当はこういうところで遮蔽にこう隠れて、ライトピークで撃つっていうのがいいですね。本当はね。で、今回ちょっとポンプ使ってるんで、レレレ打ちする場合は、一発ボーンって撃った後に、サブ武器に繰り替えて何発か撃ってまたポンプって感じですね。
ツインハンマーの時はもう、ボン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 って言ってばいいんだけど、あ、いた。先にダメージちょっと与えといて、コモンアサルトでやれそうだけど。じゃあ今回は、ジャンプ打ちやりますか。ジャンプ打ち。ジャンプ打ち。そう。近距離で覚えた方がいい打ち方は、さっき言ったレレ打ち。ジャンプとかスライディングとかしないで、レレ打ち、ドーン、タタタ、ドーンみたいな感じで。これいきます。ドーン、タタタ、ドーン。これをレレレしながらね、左右に動きながらやる。あとはジャンプ打ち。これ。常に画面の中心を敵に合わせながら、ジャンプしながら撃つ。そう。あとは、スライディング打ち。この岩が敵だとしたら、スライディングしながら撃つ。スライディングしながら撃つ。スライディングしながら撃つ。そう。これちょっとキャラコンとかが難しいんですけど、この3つはね、やっぱ対面の基本なので、練習してほしいですね、やっぱり。練習してできるようになってほしいと思います。これができるようになると、対面って基本怖くなくなるんですよね。そしたらね、次に解説したいのが、ヒットアンダーウェイっていう、キャラコンの立ち回り、キャラコンの仕方なんですけど、ヒットアンダーウェイって知ってますか？言葉。主にボクシングとかでよく使うんですけど、ヒット、要はパンチを一発繰り出したら、すぐ相手のパンチを避けるみたいな。攻撃したら避ける、攻撃したら避けるみたいな。そう、ステップとか踏んで、頭も振って敵のパンチを受けないように、一発攻撃したらかわして、一発攻撃したらかわしてみたいな。ヒットアンダーウェイって言うんですけど、それこれ FPS とか TPS のゲームでも結構それを使われることがあって、その言葉をね。で、例えば、この岩が敵だとして、一発撃ったら隠れて、一発撃ったら隠れて、一発撃ったら隠れてみたいな。こういうヒットアンダーウェイをやってほしいんですよね。そう。敵だ。やるか。ちょうどいいから。こうやって、一発当てたら隠れて、一発当てたら隠れる。一発当てたらスライディング、移動する。引いちゃった。引いちゃった。今みたいな、一発当てたらこう、一発当てたらこうみたいなね。ライトハンドピークは基本だから、ライトハンドピークしつつ、撃って隠れて、撃って隠れて。そう。これもね、めちゃくちゃ強いので、覚えてください。ヒットアンダーウェイの考え方。で、これはすべての対面においてヒットアンダーウェイは必要になってきます。自分が一方的に攻撃をして倒しきれるんだったらいいんですけど、そうじゃない場合もありますよね。そう、ヒットアンダーウェイの考え方をね、このブッシュにいるかもしれない。いる？ 2 人いる？やり合ってる。あ、これは漁夫チャンス。来たか。これでレレ打ちね。今、アサルトでもレレ打ちしました。ちょっと近距離対面じゃなくなっちゃったけどで。こういう回復してる時も周りを警戒しましょうかね。お、できる。ヒットアンダーウェイをやりたい。でもここね、ヒットアンダーウェイできない。遮蔽物がないから。どういった？どこに行ったかわからない。で、ちょっと次の解説なんですけど、次は、テクニック編じゃなくて、マインド編、ちょっとお伝えしたいことがあって、実はこれがね、一番のメインだったりするんですよ。そう。っていうのが、こうやって対面するときに、自分の方が強いもんだと思い込むっていうのが大事。スライディングジャンプ。怖いっていうのあると思うんですよ。対面って。バトロワって、もともとそういう怖いっていう思い、心理状態ってあると思うんです、すごく。僕も怖いんですよ、未だにね。でも、対面するときって、心構えとしては、対面ってさ、負けそうと思った瞬間、動きがね、一気に悪くなるんですよ。そうすると、全然いい動きもできないし、動きも固まっちゃうしね。だから、基本的に根拠のない自信を持ってください。自分の方が強いっていうね。そう、その方がいい動きできるんですよ。で、負けてもいいの。負けてもいいので、とにかくね、場数を踏む。そう。で、対面で負けるのって恥ずかしいことじゃないんですよ。
で、むしろ負けたらチャンスと考えてください。何のチャンスかっていうと、どうして自分が負けたのか、相手がどういう手法で自分を打ち負かしたのかを学べるチャンスですね。そう。対面で勝ったら勝ったでよし。負けたら負けたで、自分が学べるチャンス、成長できるチャンスを捉えてください。そうすると、対面って一気に面白くなるんですよ。怖いなっていう恐怖心よりも、楽しいっていう方が上回ってくるんですよね。だんだんやってくると。そうなるとね、もうこっちのもんですよ。今日はね、それを一番伝えたかった。マインド面が一番大事。エイム力もそうだけど、こういうテクニック的なキャラコンもそうだけど、何よりもね、大事なのがマインドですね。そう。あとね、上達するコツというか、もうこれしかないっていうのが、場数ですね。対面した数。結局上達する人って、近距離対面のね、数をこなしてるんですよ、いっぱい。何十回、何百回、何千回って負けてるんですよ。で、勝っても負けても、その理由を考える。対面の結果の理由を考えるんですね。今自分なんで勝てたんだろう？なんで負けたんだろう？これリプレイを見るとすぐわかります。だから相手視点から自分の動きを見ると、こんな動きしてたんだ。それは負けるわ、みたいな。勝った時もね、そう、敵さんが、これだったらちょっと負けてもしょうがないかな、みたいなね。だから恐怖より上達を実感する楽しさっていうのを選んでほしいです。で、目指すのは、近距離対面が俺得意だぜ、私得意だよ、言えるようになるぐらい。やってるー。終わっちゃった。終わっちゃった。対面で最後やろうかと思ったけど、終わっちゃった。びっくり。目指してほしいのは、近距離対面。いや、実は得意なんだよねって言えるぐらい、そういう状態になってほしいですね。失敗してなんぼなんで、対面の近距離対面で負けるなんて全然 OK です。負けて OK。で、むしろ負けたら、その分成長できるから、自分が。数をこなせば、必ず恐怖心ってなくなって、慣れっていうのもあるけど、どんどん数をこなして負けてってやっていくと、やっぱり自然と上達していくんですよ。怖くなくなるし。そう。で、結論ね、近距離対面が怖い場合は、あなたが下手だからじゃないんですよ。こういう、基礎知識とか、テクニックとか、経験とかね、まだ知らなかっただけ、数をこなしてないだけ、それだけなんですよ。だから、今日の動画の内容をね、頭の片隅に置いてもらって、近距離対面バンバン挑戦してみてください。それしかない。結局ね、伝えたかったことっていうのは、精神論になっちゃったんだけども、もう本当にそれが全てと言っていいほど影響力があります。それが養ってくると、今度はそのテクニック寄りにどんどんいってくるんで、そう自信がついてくると、今度は次の新しいテクニックとか、もっとこうしたらいいんじゃないかっていうテクニックにつながっていくんですよ。なので、近距離対面を恐れず、バンバン対面の数をこなしていってください。そう、これが言いたかった。はい。ということで、今回のね、動画の内容は以上になるんですけど、2026年ね、近距離対面で勝てないよっていう方は、ぜひ、この動画の内容を意識して練習してみてください。で、練習の仕方っていうのは、主にショットガンのエイム練習というところになってくると思うんですけど、そこはまた動画を出そうかと思ってます。過去にね、このチャンネルの固定のところに、ショットガンマスター講座みたいな、ショットガンの打ち方を解説した動画もあるんですけど、ちょっと内容も古くなっちゃってるので、またショットガンの打ち方練習は、それだけでちょっと動画作ろうかなと思ってますので、もしショットガンにね、自信がないよという方は見ていただければと思います。ということで、新年一発目ね、初心者さん向けの対面講座でございました。もしこの動画が少しでも参考になったと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あとね、もし、ご質問とか悩みとか、そういったものがあれば、ぜひね、コメントで教えてもらえると嬉しいです。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。